もう一つのアムロ最終登場機 RX93 ニューにハイニューガンダム。ハイニューガンダムは小説版機動戦士ガンダム逆襲のシャア・ベルトーチカ・チルドレンで登場する機体であり、劇場版逆襲のシャアに登場するニューガンダムと同じくアムロ0最後の登場機です。しかし様々な事情が絡み合った結果、現在では2つの設定を持つようになった機体でもあります。今回はそんなハイニューガンダムについて解説させていただきます。アムロニューガンダム行きます。まず機動戦士ガンダム逆襲のシャアは富野義行氏によって第1項のシナリオが執筆されましたが、最終的に2つのシナリオに分かれることになった作品です。それが小説版ベルトーチカ・チルドレンと劇場版逆襲のシャアになります。この第1項の内容はベルトーチカ・チルドレンのストーリー内容となっており、劇場版のシナリオは第1項をガンダム映画化委員会によって審査された結果、映画向けの正確に修正されたものとなりました。ベルトーチカ・チルドレンと劇場版には様々な違いがありますが、その中でも大きな点は2つあります。その1つ目はベルトーチカ・チルドレンではモビルスーツを否定しているということです。富野監督の思想として、ガンダム世界は進化していく人間の物語なので、人間が進化した末に行き着く先は機械を否定、すなわちモビルスーツを否定するという考えがあります。そのため小説版ベルトーチカ・チルドレンは劇場版よりも人間関係や思想について語っている部分が多い作品となっています。また2つ目がアムロの結婚を否定するということでした。映画におけるヒーローとはいつの時代も独身で、顔も年齢も関係なく素敵な恋をして素晴らしい冒険をするものであり、その結果として映画は見る人の気晴らしになるものでなければならないという思想から、第1項すなわちベルトーチカ・チルドレンでは恋人であるベルトーチカのお腹にはアムロの赤ちゃんがいるという設定でしたが、劇場版ではチェーンという恋人がいるという設定に変わりました。僕にはベルトーチカとお腹の中の赤ちゃんがいる。これは絶対的な力だ。劇場版と小説版ベルトーチカ・チルドレンでは細部の違いはありますが、ニューガンダムという機体の位置づけは両者で同じような形となっています。そのためハイニューガンダムはデザインや武装は違えどパラレルワールドの機体なので、名称もハイニューガンダムとは呼ばず、小説内ではあくまでニューガンダムと呼ばれており、同一機となっています。なおこの小説では機動警察パトレイバーのメカニックデザインで有名な伊豆淵豊氏によってあくまでハイニューガンダムではなく別の世界のニューガンダムという扱いで口絵が書き下ろされました。これが初期の小説版ニューガンダムすなわちハイニューガンダムの姿です。その後伊豆淵豊氏が描いた小説版ニューガンダムをスクラッチしようという話になり、月刊誌ホビージャパンやアニメ誌ニュータイプで立体化商品にする企画が立ち上がります。この時ホビージャパンに伊豆淵氏による新たな設定画が線画で掲載され、ここで初めて小説版ニューガンダムの全体像が明らかになりました。そして読者から好評を博したことからガレージキットとして発売を計画することになり、その中の商品開発会議で正式な機体名称が考えられます。当初のネーム案としては富野監督の意向によりシャアを超えるという意味を込めてハイエスガンダムと名付けられました。しかしここで違和感を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そう、シャアの綴りはシャアなので正しくはハイシーとなるべきなのです。この事情については百式のデザイナーでもあり、劇場版逆襲のシャア制作時に途中までメインメカニカルデザイナーを務めた長野守氏が長野守氏デザインモビルスーツ大全にて語っている内容によると、富野監督がシャアのスペルは S から始まると思い込んでいたのでハイ S になったのは有名な話とのことでした。長野守氏もハイ C ガンダムになっていたら大変なことになっていたと苦笑いをしている様子が描かれています。その後伊豆淵豊氏との話し合いの結果、この小説版ニューガンダムの名前はハイニューガンダムとなり初めて世に発売されたのでした。その後1998年8月15日に機動戦士ガンダム逆襲のシャアデータコレクション7が刊行され、ここで初めてハイニューガンダムは十分にテストを重ねたニューガンダムの発展版という設定がなされました。こうして CCA-MSV すなわちシャアーズカウンターアタックモビルスーツバリエーションに分類される
ニューガンダムの後継機としての地位が確立されたのです。その後、この設定はテレビゲームによってさらに広められることになりました。1999年8月12日にプレイステーションで発売されたリアルロボット戦線でこの設定を反映したニューガンダムの完成型として登場。その後 SD ガンダム G ジェネレーション0やスーパーロボット対戦アルファガイデンなどのテレビゲームに順次出演していきます。こうして徐々に知名度が上がっていき、完全にニューガンダムとは別の機体としての地位を確立しました。このような経緯があったためハイニューガンダムは2つの設定を持つ機体となりました。その後2007年にハイニューガンダムはマスターグレードで商品化する企画が立ち上がります。各種雑誌で設定が出来上がっていたとはいえ、ハイニューガンダムはこの時点ではまだサンライズから公式設定されていなかった機体です。そのためサンライズ主導で公式設定を決めることとなり、伊豆淵豊氏によってデザインも一新されました。こうして公式設定化されたハイニューガンダムがこちらのリファイン版と呼ばれる機体です。公式設定ということもあってマスターグレードハイニューガンダムの説明書にはベルトーチカチルドレンに準じたニューガンダムと記載されています。なおその後は公式設定であるリファイン版ハイニューガンダムが各種模型やゲームに登場していくことになるのですが、初期デザインのハイニューガンダムも人気が高いことから近年の模型ではマスターグレードハイニューガンダムバージョンカット機のように初期デザインをベースに再現されたハイニューガンダムも登場しています。ハイニューガンダムの開発経緯としては、まずパラレルワールドであるベルトーチカチルドレンではニューガンダム同様宇宙世紀0093シャアの隕石落としを阻止するために開発されています。ただ劇場版ではシャアがサイコフレームの情報をアナハイムエレクトロニクス社経由でリークしてニューガンダムのコックピット周辺にきれいに搭載されたのに対し、小説版ベルトーチカチルドレンではフィフスルナでの戦闘でシャアが意図的にサイコフレーム搭載機であるサイコ動画を放棄してロンドベル隊に旅客させました。そしてアムロはサイコ動画から直接サイコフレームを切り出して使用したため、ハイニューガンダムのコックピット周辺に直接補強板のように取り付けられています。一方 CCA-MSV の設定としては、シャアがアナハイムエレクトロニクス社にサイコフレームの技術を意図的にリークして開発されたニューガンダムは3ヶ月という短期間で設計建造されたので、まだまだ改良発展の余地を残していました。そのためニューガンダムがロンドベル隊に納入された後、アナハイムエレクトロニクス社が独自に改修設計を行います。そうして設計の見直しと各種電子機器類の更新を行い、武装の追加を経て完成したのがニューガンダムの発展機という設定のハイニューガンダムとなります。なお正史ではアムロが登場しない機体ゆえか、if設定を楽しめるスーパーロボット対戦シリーズでは隠し条件を達成することで入手できる強力な機体として登場することが多くなっています。ハイニューガンダムは開発経緯はそれぞれ異なるものの、機体の武装構成は似ています。ハイニューガンダムの特徴の一つとして、ニューガンダムでは使い捨てだったフィンファンネルが再使用可能になっています。ニューガンダムは急増で作ったこともあり、フィンファンネルを一度放つと回収できず、さらにフィンファンネル内のエネルギー再充電ができないという欠点が存在しました。しかしハイニューガンダムにはバックパックに6基分のファンネルラックを設置しました。これにより他のサイコミモビルスーツ同様に回収とエネルギーの再充電が可能になっています。さらにニューガンダムは機体の片方に6基フィンファンネルが装備される形態であったため、姿勢の維持が難しいとされていましたが、ファンネルが左右対称になったためバランスに関しても改善されました。まあデザインとしてはアシンメトリー感が最高なんですけどね。ハイニューガンダムはニューガンダムにはない装備をいくつか持っています。そのうちの一つはハイパーメガバズーカランチャーです。作中では別名ハイパーメガビームランチャーとも呼ばれるこの兵器はラーカイラムのメインエンジンから直接エネルギー供給を受けることにより戦艦を一撃で撃沈できるほどの威力を発揮する大型ビーム砲であり、100式のメガバズーカランチャーの発展系とも言われます。小説内ではラーカイラムからチューブを接続する際に戦闘ブリッジが暗くなっており、非常に強力な武装であることが伺えます。この武装は小説版ベルトーチカチルドレンではデザインが明らかにされていませんでしたが、2011年発売の機動戦士ガンダムエクストリームバーサスと
2016年にガンダムエースで連載された漫画版ベルトーチカチルドレンにてそれぞれ異なったデザインで登場しました。機動戦士ガンダムエクストリームバーサスでは脇に抱えて保持する大型兵器となっており、2019年にはメタルロボット魂で商品化されています。一方、漫画版ベルトーチカチルドレンでは肩に担ぐ形の武装として作画されています。劇中ではアルパージールのファンネルでラーカイラムとの接続チューブの1本目を切断されましたが、味方の援護を受けて2本目のチューブを接続し、5機のフィンファンネルでバリアを張りながら発射します。しかしムサックが盾となりアクシズのノズルを破壊するには至りませんでした。接続完了。ハイパーランチャー始動するぞ。もう一つニューガンダムにはない追加された武器としてワンブマシンガンがあります。右前腕部に内蔵されており、単装実弾式で肘にマガジンが装備されています。またその他武装に関しては細かい仕様で違いはあれど、ニューガンダム同様ビームサーペル、ハイパーバズーカ、シールド内蔵ミサイルやビームキャノン等で構成されています。なおハイニューガンダムの武装は媒体によって変更や追加がされています。例えばシールドへの搭載兵器としてハイニューガンダムリファイン版や漫画版ではビームキャノンのみ搭載されていますが、マスターグレードハイニューガンダムバージョン化時ではミサイルとビームキャノンの両方が搭載されています。またリファイン版では右腕にはワンブマシンガンが搭載されていますが、バージョン化時ではワンブガドリングガンに変更され、さらに先端にビームサーベル発信機が追加されたため、ユニコーンガンダムがごとく両腕でトンファーのように使用することも可能となりました。ハイニューガンダムはパラレルワールドで生まれた機体の宿命か、同じくパラレルの世界観を持つウィングガンダムゼロ同様、その人気の高さからいくつもの派生した武装が誕生し続けている機体となっています。エゴだよそれは。余談としてニューガンダムを象徴する武装の一つとしてフィンファンネルポキをピラミッド型に展開するフィンファンネルバリアがありますが、映画内ではアルパージールのファンネルを防ぐも頭部メガ粒子砲を防ぐことはできませんでした。しかしベルトーチカチルドレンでは頭部メガ粒子砲を防ぎきり、そのままハイパーメガバズーカランチャーを発射しているため、劇場版と小説版ではフィンファンネルバリアの耐久性が異なっています。またフィンファンネルバリアは全方位バリアと思われがちですが、小説版ベルトーチカチルドレンによれば、このピラミッド型の底の部分はまさかのバリアが転調されておらず、クエスはそれを見逃したと記述されています。ああ、見ちゃダメだ。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。